こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はマイクロビット初心者のためのワンポイント講座、メイクコードの共有機能についてお送りします。マイクロビットのプログラムを共有する場合、メイクコードの共有機能を使用します。メイクコードのプログラム共有機能は、自分の作ったプログラムを他の人と簡単に共有できる機能です。共有したいプログラムは Web ブラウザで誰でも閲覧編集することが可能になります。メイクコードのエディターの共有ボタンを押して操作を開始します。プログラムを共有する手順について説明します。最初にメイクコードエディターで共有したいプログラムを開きます。次に画面上部の共有ボタンをクリックします。次にプロジェクト公開をクリックします。次にプロジェクトタイトル、通常は名前と簡単な説明を入力します。そしてプロジェクトを共有するをクリックします。するとプロジェクトが公開され、共有用の URL が発行されます。この URL を共有したい相手に教えてあげることでプログラムを共有することができます。共有ボタンを押すとこのような形でプロジェクトタイトル入力欄が出ますので、ここでプロジェクトの名前や説明を入れてプロジェクトを共有をクリックします。次に URL をコピーするか、下の Facebook や Twitter などのボタンを押して直接知らせることができます。また QR コードで知らせたい場合は QR コード上で右クリックして画像をコピーでします。そして Word などに貼り付けて印刷して配布します。共有されたプログラムを読むにはどのようにするかについて説明します。メイクコードより共有プロジェクトを読み込む場合には、最初にメイクコードエディターを開きます。そして画面上部の読み込むボタンをクリックします。次に URL から読み込むをクリックします。共有されたプログラムの URL を入力し続けるをクリックします。すると共有されたプログラムが読み込まれ、メイクコードエディターが開きます。メールなどでプロジェクトのリンクを受け取った場合は、直接クリックをしてもプロジェクトを開くことは可能です。このスライドはメイクコードより読み込む場合の例を示しています。最初に右中央の読み込みボタンを押します。そして URL から読み込むをクリックします。そしてメールなどで送られてきた URL を貼り付けます。するとエディターが開き、共有されたプロジェクトが表示されます。こちらの画面はURL のリンクを直接クリックした時の画像となります。共有されたプログラムを共有された人が変更した時、共有元のプログラムは変わるのでしょうか？この答えはいいえです。共有されたプログラムを共有された人が変更しても、共有元のプログラムは変わりません。共有されたプログラムは、共有された人自身のコンピューターにコピーされるため、共有元のプログラムとは独立して変更することができます。共有元のプログラムを変更したい場合は、共有元のプログラムをダウンロードして自分のコンピューターで編集する必要があります。または共有元のプログラムを複製してそれを編集することもできます。それでは共有の操作と編集について見ていきましょう。こちらの方ですね。こちらの方が、Gmail、のアドレスでログインした画面で、共有元、そしてこちらの方がですね、共有先で、こちらホットメールの方でログインした状態になります。それでは共有元のこの画面からします。共有するときはまずはこの共有ボタンを押します。そうするとこういうふうになりますので、ここで、プロジェクトタイトルを書きます。例えば共有こういう形で書くんですね。で、プロジェクト共有。そして、ここで、例えば、
こっちツイッターとかですね、それからチームとかいろんなメディアを通して、この共有したいという場合はこれを押してですね、相手に知らせるということになります。あるいはこちらの方をコピーしましたということで、それをメールに貼って、送るということになってきます。で、こうして、そして、メールで、知らせると、そして、これをですね、コピーして、そしてこちらの方のですね、コピー先の人が読み込むボタンを押して URL から読み込むという形で、ここで、貼り付けします。そしてこう開くというような形になります。そうするとエディターの方からこういう形で、共有することができるんですね。もう一つの方法はこちらの方の URL の方を直接クリックしてやるとこういう画面になります。ちょっと先ほどと違った画面になるんですね。これで、シミュレーターボタンがありますので、ここで実行することができるということになります。で、プログラムの内容はここで見ることができるんですね。もし編集しようとすると、こちらのボタンを押して編集画面に持っていくというようになります。それで、この画面で、受け取った側はですね、こちらの画面で編集するとしますよね。編集して、こういう形で、保存したとしますね。そして、コピー元はどうなるかというと、ここで共有ファイルと名前つけてましたよね。で、これ開いたとしても、ここは変わらないということになります。コピー元には影響しない。コピー先が変更してもこちらは変更されないという、そういうような関係になります。で、もしコピー元の方を変更したかったらですね、このファイルをここでダウンロードして、編集してやる必要が出てきます。あるいはですね、こちらの方で戻って、そしてすべてのファイルを表示して、これを、複製します。そしてこの複製した内容を変更するというような方法を取った方が、安全だと思います。メイクコードの共有機能の活用について述べます。メイクコードのプログラム共有機能は、自分の作ったプログラムを他の人と共有して意見やアドバイスをもらうのに役立ちます。また、他の人のプログラムを参考にして自分のプログラム技術を向上させることにも役立ちます。例えば、自分の作ったゲームを友達に遊んでもらうといったことや、プログラムコンテストに応募する、プログラミングブログに自分のプログラムを掲載する、プログラム教室で他の生徒とプログラムを共有するなどの用途に活用することができます。以上で今回の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。